Is that...どうも皆さん、カイトです。メトロイドバニアにハマってますか？私はエンダーリリーズに出会ってからどっぷりとその系統をプレイしています。そんな中でおすすめするゲームはこちら、フィストグレン城の闇。こちらは PS4、PS5 で2021年9月7日にリリースされました。早速25時間ほどプレイしてみたんですけど、度肝を抜かれる超面白い作品でしたね。今回は画面の通りクールなウサギが織りなす爽快感を味わえるこのゲームのジャンル、ストーリー、魅力を簡潔にお伝えしたいと思います。では早速紹介していきましょう。まずこちらのジャンルになるのですが、スチームパンク感を味わえるメトロイドバニアアクションになります。香港の上海、九龍城塞を思わせる世界観にスチームパンク感を組み合わせた都市が舞台であり、一人のウサギレイトンが過去のしがらみにとらわれながらも敵の軍勢と琴を構えるというもの。 3D 横スクロールという王道アクションにメトロイドバニア特有の探索要素をミックスさせており、なおかつアクションにも爽快感があるというのが面白い。ちなみにタイトルになっているフィストというのはレイトンが身につけている機械アームを指していますね。次にストーリーを説明すると、時は6年前、もともと動物たちが暮らしているグレン城は敵である軍団に侵入されてしまい、レジスタンスは敗北してしまいます。なんとか生き延びた元レジスタンスのエースレイトンは潜伏しながら生活を送っていました。ある日、友人であるクマのウルス G が逮捕されてしまい、彼を助けるためにフィストを使うことにします。これをきっかけに軍団、味方であったレジスタンスなど巨大な陰謀に巻き込まれるというお話ですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、インディーズゲームと感じない映像美。インディーズ作品としては珍しく3000円台という金額なのですが、それに見合った以上の映像美に驚きを隠せません。ムービーシーンをご覧いただいて分かる通りに、一つのスチームパンクアニメを見ているような錯覚に陥るぐらいの圧巻さ。レイトンや助けてくれる仲間たち、そして敵の軍団である鉄拳でさえもリアルな作り込みがされていますね。ほぼフルボイスなのも飽きさせない工夫でもあり、街の作り込みからパンク要素には欠かせないメカの作り込みなど目を見張るものがあります。奥行きまでちゃんと作ってあるのが職人技って感じがしますね。2、フィストを使ったアクション要素。敵への攻撃方法としてはフィストを使うのですが、見た目のフォルムから感じ取れる力こそ正義が中二病心をくすぶりますね。スマブラで言うとガノンドルフナみたいな感じです。通常の弱攻撃、さらには強攻撃、つかみ投げなどのコマンド操作でコンボをつなぎダメージを与えていきます。ボタン入力を押した順番で出る技が違うので、使いやすいパターンを見つけるのがいいですね。というか、このアクション動作かっこよくないですか？いやーマジでやばい。最初のウェポンはフィストだけなのですが、先へ進めば進むほどバリエーションが増えていくので、自分好みに合ったものを使っていくのがおすすめです。サブスキルとしては回復できるキャロットジュースやライフルなどいろいろ使い勝手が変わってくるのも楽しい一つかと。3、いろいろなグレードアップ、そしてアイテムの数々。初期のレイトンは攻撃とジャンプという簡単な動作しかできないのですが、各ステージごとの強化ボックスで2段ジャンプ、ダッシュなどグレードアップしていきます。これが探索には欠かせないんですよね。そしてウルス G さんが作ったカスタムボックスでメインウェポンの補正がかけるのも面白い。敵を倒したりコインボックス、そしてカプセルなどで手に入る効果を使いスキルアップは可能で、コマンド入力による追加アクションを強化できます。こちらはよく使うウェポンに全振りして有利に進めていくのが戦いやすいかなと。またアイテムである植物の実やポスターは後々使うので大事に取っておきましょう。途中でよく見たことがあるゲームのポスターも見つけました。こういった収集要素もゲーマー心を揺さぶられますね。4、ボスの演出がかっこいいスチーム感。非常に広大なマップである旧市街、集館所、兵器工場、地下水道など様々な場所ではボスが存在していますが、登場がいちいちかっこいいですね。めちゃくちゃ強そうな見た目からこれ勝てるのかという疑問を早々にちらつかせてくるのが憎い演出かなと。初見で動きが全く把握できなくて負けてしまうかもしれませんが、勝てなくないバランスと緊張感がいい意味で体感できるんですよね。正直ボスよりもステージギミックを突破する方が難しいと感じたので、やはり慣れが一番大事かなと。ていうか本当にフォルムがメカメカしくってそっそりますよね。5、探索マニアになるぐらいのメトロイドバニア。
初めに言いますが、探索要素が半端なく多いのがこの作品です。マップを確認しながらの未開拓地埋めにも没頭してしまい、ストーリーをほっぽり出して取り損ねたアイテムを取りに行くためにわざわざ逆走というのも当たり前になってきます。ちなみにこのゲームでのレストポイントの場所は休憩所または転送装置になるので、やられてしまった場合でもすぐに復帰が可能です。ご心配なく。アイテムロストやマネーロストもないのですが、右下のセーブ表示が出るところまでは頑張って進むのがいいですね。じゃないと結構戻されちゃいます。とにかく壁という壁は登れるという理解で探索するのが良いです。これがメトロイドバニア。最後に金額なのですが、先ほどの魅力のポイントで説明した詳細を書くと、ダウンロード版が3278円で、9月23日に発売されるパッケージ版が3828円になりますね。Steam 版が PS 版と同時発売されると思ったんですけど、未だに追加されたいのでパッケージ版と同じ時期ぐらいだと予想してます。よろしければ概要欄のリンクを参照してください。以上になります。映像美が最高なスチームパンクなメトロイドバニア、フィスト、グレンジョーの闇、レイトンの過去と交差するストーリーからフィストを使ったダイナミックアクション、そして探索豊富な広大なマップなど楽しさが溢れているこの作品。アクションが苦手な方でも感覚で行ける場所が多々あるので、よければこの世界に足を踏み入れてみませんか。モフミンことウサギのレイトンに必ずハマってしまいますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。